武田信玄の生涯。どうする家康に学ぶ日本史。家康を追い詰めた三方ヶ原の戦い。武田信玄が大軍を率いて上洛の途につくと、徳川家康は三方ヶ原で迎え撃ったが、完膚なきまでに撃破されている。戦国時代最強の武将と言われた武田信玄の生涯を詳しく見てみよう。武田信玄は1521年大永元年、甲斐守護の武田信虎の長男として生まれた。正式名は晴信で、信玄という名前は出家後に名乗った宝号である。信玄にはまだ16歳の時に、父親の信虎が1ヶ月以上かけても落とせなかった甲斐口城をたった一晩で落城させたという逸話が残されている。勇猛だが家族や家臣たちにも粗暴な父信虎を追放する機会を信玄は伺っていた。そして信玄は家臣たちから見放されていた信虎が娘の嫁ぎ先である今川氏を訪問した機会に追放している。信玄は信虎の友の者の家族を人質に取るなどの周到な準備をしていたため、信虎は一人で今川領に取り残され、生涯帰国を許されなかった。家督を相続した信玄は次には妹の婿である諏訪頼重を攻めて自害させている。信玄は諏訪頼重の娘雄姫を連れ帰って妻としたが、二人の間に生まれたのが後継者の武田勝頼である。信玄の正室は左大臣の三条公頼の娘で、夫人の妹は本願寺発須の賢女に嫁いでいる。そのため後に信玄は賢女と連携して信長包囲網を築いて織田信長を苦しめている。武田信玄は軍事一辺倒ではなく内政にも力を入れ、後に家康も参考にした甲州法度を定めて国内を安定させた。また信玄は領内に金山を開発して甲州金という日本で初めての金貨を流通させている。後に徳川家康の下で金山開発に活躍する大久保長安も信玄に見出された家臣の一人である。また信玄は国内の治水にも取り組み、山梨県龍王町には今も信玄堤と呼ばれる堤防が残されている。しかし戦国最強の武将と言われた武田信玄だが、後継問題では大きくつまずいた一人である。信玄には武田義信という長男がいたが、義信の母は三条左大臣の娘であった。義信は今川氏真の妹を嫁に迎えたが、二人は結婚当初から非常に仲が良かったという。そのため桶狭間で今川義元が討たれ、信玄が徳川家康と今川領に攻め込もうとすると、義信は大反対をする。そして義信は嫁のために信玄を暗殺する計画まで立てたが露見してしまう。結局信玄は嫡男武田義信をやむを得ずに切腹に追い込むが、優秀な後継者を失ったことが後に武田氏の衰退へとつながっていくのである。ところで信玄は戦国最強と言われた甲州軍団を作ったが、川中島で10年以上にわたって戦いを繰り返した上杉謙信の戦法とは全くの真逆であった。信玄が軍団をまるで一匹の生き物のように組織的に行動させたのに対して、謙信は
騎兵を多く用いた。この武田信玄の組織的な戦法に一番被害を被ったのが徳川家康である。上杉謙信を越後に封じ込めることに成功した信玄は3万の兵を引き連れて1572年元亀3年に念願であった上洛の途上に着く。武田軍団の強さの秘密は組織化された軍団に加え、忍びが情報収集を行っていた点である。信玄は三つ物や歩き巫女と呼ばれる忍びに合戦の前の敵情を徹底して探らせている。徳川家康は8,000の兵と織田氏からの援軍3,000とともに浜松城に立てこもって武田軍を待ち構えた。ところが信玄は家康を無視し、城を素通りして3万の兵を三方ヶ原の方向へ進軍させたという。慌てて武田軍の後を追った徳川軍だが、急遽信玄は大軍を反転させて徳川軍を完膚なきまでに撃破している。家康はかろうじて浜松城に逃げ込んで一命を取り留めた。この時家康は角翼の陣という広く伸ばした形で攻めた。これを見た信玄は魚鱗の陣という一点突破の陣形に素早く変えて徳川軍を総崩れにしている。このまま上洛する予定であったが、体調が悪化した武田信玄は進軍を停止して、やがて帰国する途上で逝去している。53歳であった。信玄の死因については食道がんのほか、結核説や鉄砲による射殺説などが存在する。しかし甲陽軍鑑には核の病と記録されているところから、食道がんもしくは胃がんの可能性が高そうである。武田信玄は単に武将として戦場で強さを示すだけではなく、将軍足利義昭を中心にして本願寺賢如や浅井長政、朝倉義景らと連携を取りながら織田信長を追い込むなど、並々ならぬ外交力を発揮している。戦国大名の中でも最も戦術に優れ、武田24将に代表される有能な家臣を武田信玄は多く持っていた。もしも武田信玄が長く生きて徳川家康や織田信長を打ち破っていれば、日本の歴史は大きく変わっていたのかもしれない。